はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。本日の動画は不定期更新の株式投資の結果報告となります。派遣社員でもある私は趣味と実益を兼ねて株式投資を十数年前から行っております。夢はもちろん不労所得で暮らすこと。そしてその夢の実現までは全く先が見えてません。ちなみに株の報告動画がなぜ不定期なのかと申しますと、それは私が気まぐれだからです。そして本日私が言いたかったのは、株をやってる皆さん、生き残ってますか？今、日本を含めた全世界の株式市場がちょっとした混乱に陥ってます。それがシリコンショックです。まずは最近の日経平均株価のチャートをご覧ください。今年1月上旬から中旬にかけてダブルボトムとなった後、2月のほぼ一月は横ばいトレンドとなっていました。去年の値動きを振り返ってみると、株価が上がってもすぐに下げ、そして下がってもすぐに上がるを繰り返していましたが、2月の場合しばらくこの辺で踏みとどまってると、3月3日上に抜けました。節目となる28,000円をあっさりと超えてどんどん上昇していきました。トレンドラインを引いてみるとですね、まさにこれは三角持ち合いの上離れではありませんか。三角持ち合いとは、株価チャートに高値だけを結んだ線と安値だけを結んだ線の中で株価が上下することを言います。そしてここからが重要。この三角持ち合いは最後に上か下に突き抜けます。今回は上に抜けたので上離れ。もし下に抜けていれば下離れと言います。さらにそれまでに溜まっていたエネルギーがドーンと解き放たれるので、一気に株価がその方向に動いていくというのがこの三角持ち合いの特徴なのであります。ほんとここまでは日経平均株価は順調でした。ところが全世界で誰も予想していなかったであろう事態がこの後発生してしまいました。それがシリコンショックです。我々日本人が聞いたこともないアメリカのシリコンバレーバンクというバンクがクラッシュしたために起こった株価のビッグフォール。ここまで上がっていた株価がものの数日でここまで暴落してしまいました。これがシリコンショック。日経平均がここまで上がっていた時の私の含み益は43万円の投資資金に対して3万円を超えていました。私は通常信用取引を利用しているので、この暴落によってお衣装が発生しそうになりかけたので、一旦全ての株を手放し、その結果として逆に6万円の損切りを発生させてしまいました。今年はこれまでに1月にプラス3974円、2月にプラス17,505円と順調に来ていたのですが、またしてもやってしまったのか。コツコツドカン。先月2月に関しては、銘柄コード9107の川崎汽船において、昨年の12月23日に2,801円で買い、2月28日に3,330円で売って、5万トンで668円の儲けとなったにもかかわらず、これによって私の現在の投資資金は今回の6万トンで708円の損切りが発生し、結果として37万5,934円となってしまいました。そうそう、この川崎汽船の儲けを少しだけ解説すると、株価が5日移動平均線はもちろんのこと、他のすべての移動平均線も超えていったので、ここで買いに行きました。上向きになったほぼすべての移動平均線の上に株価が行った時に株を買う。これが買いの基本です。ただこの時は翌日から値を下げる展開となり、ここは辛抱の時でした。昔の私ならビビって損切りしてしまいましたが、週足チャートでは上昇トレンドだったので、そのままキープして5日移動平均線を下回ったここで売却しました。あと C で言えば、ここのポイントで買うのはダメですね。
赤の5日線と緑の20日線が離れてます。移動平均線は離れすぎると上昇トレンドの場合株価が下がって次第に移動平均線もくっつくという習性があるので、本当に買うべきポイントは斜めに上昇した5日線を陽線が下から越えていったところ、かつ緑の5日線とそれほど離れていないところ、このチャートで言えばこことかこことかここ。もっと詳しく知りたい方は相場志郎先生のこちらの本をお読みください。株チャート術の超基本。ちなみにこちらの本は2021年の8月に発売されたものですが、全然2023年の今でも通用します。内容は普遍的で再現性が高いのでずっと使えるんですよ。これで税込みたったの1500円。これを読むことによって今後何万円も稼げるようになれるのなら1500円って安くないですか？説明欄にリンク貼っておきますので、興味のある方はぜひお買い求めください。で、今回のシリコンショックで私の今年の全ての儲けが吹き飛んでしまいました。今回の反省点としては、皆さんご覧になっている相場志郎先生の YouTube チャンネルにてそろそろ暴落が来るかもしれませんよと、ここら辺で、注意喚起が出ていたにもかかわらず、私はそれを見逃してしまいました。見逃してしまった理由はそうです。今月のメインイベントである WBC に多くの時間を取られ、また勝ち進む日本に連日喚起し、暴落への注意を怠ってしまったのが最大の原因であります。WBC 本番の他に強化試合もあったし、一度試合が始まれば4時間は取られます。当然動画を作る時間もなくなります。それにしてもまさか日本がああなるとは思ってもみませんでした。そうそう、それにしても WBC 大会関係者によるアメリカのその準々決勝の組み合わせの急な変更、あれは本当ありえないですよね。当初発表していたのと急に変わったんですよ。もう本当びっくりしましたよね。さすがアメリカって感じがします。自分たちは悪くない、我々がルールみたいなあのスタンス、本当信じられません。ちょっと話がそれましたが、株に関しての私の今後の動きとしては、そこを確認できたら少し試し買いをして再び売買を行っていこうと思ってます。まだまだやり続けます。ということで、やっぱり株はロマン。こんな私の株式投資に興味をお持ちの方はぜひチャンネルの登録をお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ。